こんにちは、くまこです。今回お送りするのは、うさぎの楽園と呼ばれる大久野島です。11歳の愛斗と暮らす私が、楽しみの先に見つけたのは、想像とは違う彼らの切実な北向きさでした。私が出会ったありのままの光景を、最後まで見守っていただければ幸いです。それでは早速行ってみましょう。今回の旅は、広島県竹原市にある JR 忠直駅からスタートです。駅から7分ほど歩いて忠直港へ。そこからフェリーに乗り、約15分で大久野島に到着します。忠直港までは、ところどころに案内板が出ていますので、迷わずたどり着けます。忠直港には、とっても可愛らしいショップがあります。ここで、フェリーのチケットを買いに行きましょう。フェリーのチケットは、こちらの券売機で購入します。お支払いは現金のみ。私はこちらで、往復分のチケットを購入しました。こちらのお店、店内はうさぎグッズで溢れているんです。出港までまだ時間がありますので、可愛いグッズを見て癒されたいと思います。さて、まもなく乗船時間。あちらに停泊しているピンクの小さな船に乗って出発します。それにしても、ひどい雨です。この雨の中、島のうさぎたちは元気に出迎えてくれるのでしょうか。ということで、乗船しました。この時の乗客は、私たちを含めて10人ぐらい。雨のせいか、船内は少しひっそりとしています。船内には、島の案内や時刻表が掲示されています。中でも一番大切なのがウサギとの接し方。島を守るためのルールについて、船内のアナウンスでも繰り返し伝えられていました。さて、ただいま向かっております大久野島は、瀬戸内海国立公園に指定された一周約4キロの自然豊かな島です。島内にはご宿泊やお食事、温泉大浴場がお楽しみいただける休暇村大久野島をはじめ、キャンプ場やビジターセンター、毒ガス資料館があり、夏には屋外プールや海水浴場がオープンします。その他、休暇村大久野島では、レンタサイクルなどのスポーツ遊具の貸し出しや、ご当地の名産特産品、グルメ、オリジナルウサンチグッズもご用意いたしておりますので、ぜひお立ち寄りください。忠直港を出港して15分。ついに、うさぎ島、大久野島に到着です。それでは早速、島内へと進んでみましょう。島に入ると、可愛い姿があちこちに見えますね。雨の中でも、みんなとっても元気に走り回っています。とりあえず、濡れない場所へ移動して、うさぎたちのご飯を用意したいと思います。
1羽が近づいてきたかと思ったら、もう、あっという間にぐちゃぐちゃ。というわけで、ここで一旦静止画。今回、私が持参したウサギたちのご飯を紹介します。今回用意したのは、我が家のウサギも食べているバニーセレクションプロです。グルテンフリーで設計された高品質なラビットフードで、動物病院の先生もおすすめしてくださっています。内容量は 900g。4袋に小分けされているので、持ち運びにも便利なんです。それと、我が家のウサギのおやつ、アインシリシゲも持参しました。メインのメンテナンスプロは、ウサギさんにとってはあまり美味しくないという話も聞くので、もし食べてくれなかった時のために、こちらのご褒美も準備してきました。ちなみに、今回は生野菜は持ってきていません。ウサギといえば野菜のイメージがあるかもしれませんが、食べ過ぎると腸内細菌のバランスが崩れ、下痢や訴えの原因になることもあるからです。他の人がお野菜をあげていると予想して、私たちはあえてペレットのみを選びました。ペレットやおやつの詳細は概要欄に記載しておきますので、ぜひ参考にしてみてください。食べてくれるか少し心配でしたが、全く問題なし。ものすごい勢いで、みんな夢中で食べてくれています。あんなに囲まれていたのに、満足した子から1羽、また1羽と去っていきます。ちょっと寂しいですね。お天気が良ければレンタサイクルで島内を回る予定でしたが、この雨と風なので、今日はゆっくり歩いて回りたいと思います。雨に煙る瀬戸内海。お天気はあいにくですが、それでも海がとても綺麗ですね。キャンプ場まで歩いてくると、またウサギたちが一斉に駆け寄ってきました。群れの中にこんなに小さな子まで。その面影が昔我が家で一緒に過ごした子にとても似ていて、思わず時間が止まったような気持ちになりました。それにしてもみんなずぶ濡れです。ウサギは濡れると乾く時に体温が奪われ、命を落とすこともあると聞きます。それでも彼らは人間からご飯をもらうために雨の中を必死に走ってきます。では、なぜ彼らは命を落とすリスクを冒してまで雨の中を走ってくるのでしょうか。彼らは厳しい自然界で自立して生きる野生動物ではありません。かつて人間によって放たれたいわば野良ウサギなのです。外来種であるアナウサギにとってこの島には自力で生きていくための十分な食物がありません。この島のウサギたちは人間の助けを待つことでしかその命をつなげないのです。今はただ一刻も早く雨が止むことを祈るしかありません。キャンプ場の先に真っ白なウサギの耳集音機を見つけました。島のささやきを体験できるそうですが、残念ながら今日聞こえてきたのは激しい風の音だけでした。せっかくなので記念に1枚。激しい雨から身を守るようにウサギたちが雨宿りをしている場所。そこは毒ガス資料館の入り口です。かつてこの島には旧陸軍の毒ガス工場がありました。その存在は極秘とされ、戦時中の地図からはその姿さえ消されていたといいます。かつて血の製造拠点だったこの場所が、今は小さな命たちの雨宿り場所になっている。皮肉な歴史の巡り合わせに言葉を失います。毒ガス資料館の先にはウサギの巣穴がこんなにたくさん。彼らは高温多湿に弱いので、夏の厳しい日差しや凍えるような雨風の日はこの中で静かに耐えているのでしょう。小さな命たちが身を寄せ合っている姿を想像すると少し胸が熱くなります。さて、
私たちもそろそろランチにしましょう。やってきたのは、島で唯一の宿泊施設、休暇村、大久野島です。こちらのロビーにある、ウサンチカフェでランチをいただきたいと思います。注文方法は、券売機でメニューを購入し、番号が呼ばれたら受け取りに行くシステムです。ちなみに、ここもお支払いは現金のみとなっています。今回、私たちがオーダーしたのはタコ天カレー。お値段は850円です。大きなタコ天が贅沢に4個も乗ったカレーライスです。中辛とのことでしたが、実際に食べてみると甘口に近い優しい味わいです。でも、タコ天は揚げたてのプリップリ。ボリュームも満点で大満足のランチになりました。そしてデザートにソフトクリームを追加。その名もうさぎの鼻くソフトクリーム。と思った方も多いはず。でも安心してください。ソフトクリームの上に乗っているのは美味しいココアピーナッツでした。デザートまで堪能した後はお隣のチョップウサンチョを覗いてみます。さて、エネルギーチャージも完了。ここからはいよいよ島内探索へと出発しましょう。ちなみに、こちらの休暇村へは大久野島の桟橋から無料のシャトルバスが出ています。宿泊される方はお荷物も多いと思うので、雨の日などは特に助かりますよね。気づけばあんなに激しかった雨も止んでいました。ここからは少し視点を変えてウサギたちと同じ目線で島の景色を楽しんでみたいと思います。ウサギたちと散歩を続けていると、突如として巨大なコンクリートの遺構が姿を現します。ここはかつての毒ガス貯蔵庫だ。かつてこの場所には触れるだけで皮膚がただれる猛毒のイペリットが貯蔵されていました。そしてさらに進むと現れるのが島内で一番大きな貯蔵庫です。ここには約100トンもの毒ガスが入るタンクが6機も置かれていたといいます。かつての恐ろしい歴史を飲み込んで、今はこうして小さなウサギたちが穏やかな日常を紡いでいる。その姿に平和の尊さを改めて教えられる気がしました。他にも、かつて海を睨んでいた砲台跡や兵士たちが身を寄せていた地下兵舎跡など、至るところに戦争の傷跡が静かに息を潜めています。島の裏側、息を切らしながら急な坂道を登ってきました。人通りも少なく、さすがにこの辺りにウサギはいないだろう。そう思っていた。その時、かわいい山賊ウサギが。
ウサギもこの坂を登ってきたのでしょうか。そう思ったその時でした。またもや可愛い山賊ウサギが。山賊ウサギは仲間になりたそうにこちらを見ていますが、私たちの旅のメンバーはもういっぱいです。ごめんなさい。急な坂道を下りきり、たどり着いたのは発電所と。戦時中は対岸の本土からの送電に加え、この場所での自家発電によって島内すべての電力を賄っていたといいます。今はただ潮風と静寂だけが巨大な建物を包み込んでいます。一周して再び島の桟橋に戻ってきました。もう島を離れる時間が迫っています。この島で懸命に生きる愛くるしいウサギたちともこれでお別れです。次にこの島を訪れるまで可愛いこの子たちがどうか元気でいてくれることを心から祈ります。今回の奥之島の旅いかがでしたでしょうか。本当はもふもふの可愛い動画を作りたかった。でも過酷な環境で生きる彼らの姿を目の当たりにし、この現実を伝えるべきだと思いました。ここは本当にウサギの楽園なのでしょうか。我が家のウサギが11歳を迎えようとする一方で、島のウサギたちの寿命はわずか2年ほどと言われています。どうかこの島の子たちが1分1秒でも長く幸せに生きられるよう祈っています。次はいつかスーツケースいっぱいにご飯を詰めて彼らの本当の穏やかな日常に会いに泊まりで訪れたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。